今週のテーマは頑張らない晩ご飯おかず。3月を迎え、ポカポカ陽気が心地よい日が増えてきました。皆様はお変わりなくお過ごしでしょうか。今週は頑張らない晩ご飯おかずをご紹介。家族にとって美味しいご飯は元気の源。毎日を楽しく健やかに、疲れている日でもパパッと作れる簡単おかずでちゃんとした晩ご飯を目指していこう。このチャンネルでは料理上手になるための美味しくなるコツやポイントをまとめています。ぜひ最後までご覧ください。月曜日はレンジで簡単コロコロハンバーグ。今日は火を使わずに電子レンジで作れるお手軽ハンバーグを作ります。ハンバーグの肉ダネには玉ねぎですが、今日は長ネギが余っていたのでこちらを使っていきたいと思います。みじん切りにしたネギを入れてあげればシャキッとした食感が楽しめるハンバーグに。玉ねぎで作るときも炒めずに生のまま入れて OK です。ボウルに合いびき肉、玉ねぎ、マヨネーズ、塩コショウを入れ、粘り気が出るまでこねます。今日は卵とパン粉も必要なし。材料は最小限に。お家にある材料でパパッと作れるのも嬉しいポイントです。10から12等分に丸め、耐熱容器に並べます。今日は子供が大好きなカレー風味に。ケチャップ大さじ2、ウスターソース大さじ2、カレー粉小さじ2を合わせて混ぜ、肉ダネに回しかけます。ふわっとラップをし、電子レンジ600ワット、7分から8分加熱すれば、あっという間にコロコロハンバーグの完成です。今日は電子レンジでお手軽に卵とパン粉なしでもちゃんとしたハンバーグが作れました。子供が大好きなカレー風味に仕上げたので最後まで美味しそうに食べてくれました。小さなコロコロハンバーグはお弁当の一品にもぴったり。皆様もぜひお試しください。火曜日は焼き鮭の香味だれ。今日はジューシーな焼き鮭にさっぱりとした香味だれをかけた絶品おかずを作ります。貝割れ大根は根元を切り落としておきます。鮭は表面についた水分をキッチンペーパーで拭き取り、一口大のそぎ切りにします。鮭には体を作るタンパク質の他にも体の調子を整えるビタミン類が豊富なので体に嬉しいことがいっぱいです。塩コショウを振り、片栗粉をまぶします。フライパンに油を熱し、皮目を下にして並べ、こんがりと焼いていきます。パリッと香ばしく焼けてきました。焼いている間に香味だれを作っていきます。長ネギみじん切り1分の1本分、すりおろし生姜1分の1かけ分、すりおろしにんにく1かけ分、ポン酢大さじ4、ごま油大さじ1を合わせて混ぜておきます。鮭が焼けてきたら器に貝割れ大根を敷き、鮭を盛り付けます。最後に香味だれをかけてあげれば焼き鮭の香味だれの完成です。香ばしく焼いた鮭に
さっぱりとした香味だれが相性抜群です。鮭はカリカリ、香味だれがさっぱりとしているのでパクパクと食べられます。見た目よりも簡単に作れるので、ぜひ皆様もお試しください。水曜日は野菜たっぷり肉味噌。今日は彩り野菜と大豆がたっぷり入ったヘルシー肉味噌を作ります。大豆水には水気を切り、パプリカ、椎茸、ニンニクは細かく刻んでおきます。パプリカはピーマンと同じ仲間で、辛みを除いて生でも食べられるように甘みがあるように改良された品種です。ピーマンよりもビタミン C や E が豊富で、ベータカロテンも多く含まれており、美肌効果や免疫力アップなどに期待できます。フライパンにごま油を熱し、弱火でニンニクと豆板醤を炒め、ゆっくりと香りを移していきます。香りが出てきたら、ひき肉をパック形状のまま入れて、焼き付けるイメージで炒めていきます。ひき肉がこんがり焼けてきたら、崩しながら炒め、パプリカ、椎茸、大豆を加え、さらに炒めていきます。具材全体に油が回ったら、甜麺醤大さじ1、味噌大さじ1、砂糖大さじ1/2、水 50cc を加えて煮汁がなくなるまで炒めます。今日も時間をかけずにパパッと野菜たっぷり肉味噌の完成です。彩りの良いおかずは食卓が華やぎ、味噌の香りで食欲をそそります。豆板醤と甜麺醤を使っているので本格的な美味しさに、濃いめの味付けでご飯が進みます。多めに作って冷蔵庫に保管しておくと、忙しい日の晩ご飯にも重宝しますよ。木曜日は手羽先の甘辛だれ。今日は手羽先で作れる簡単レシピを。手羽先は表面についている水分をキッチンペーパーで拭き取り、塩コショウを振って片栗粉をまぶします。フライパンに油を熱し、こんがり焼き目をつけるように炒めていきます。醤油大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ1、すりおろしにんにく1かけ分、すりおろし生姜1かけ分を合わせて混ぜ、甘辛だれを作ります。キッチンペーパーで余分な油を拭き取り、甘辛だれを加えて汁気が少なくなるまで炒めていきます。最後に白ごまを振ったら、手羽先の甘辛だれの完成です。今日は手羽先を使った簡単おかず。手羽先はお肉は少なめですが、旨味がたっぷりあって美味しいです。
ニンニク生姜入りの甘辛だれを絡めた一品はお酒も進んでしまう味わい。子供も気に入ってくれたようで、最後までパクパク食べてくれました。金曜日はがっつり食べるピリ辛つけ麺。今週最終日はとにかく具だくさんで食べ応え抜群の癖になるピリ辛つけ麺を作っていきたいと思います。生姜とニンニクはみじん切りにします。小松菜は4センチ幅に切ります。ベータカロテンやビタミン C のほか、カルシウムや鉄が豊富に含まれています。舞茸は細かくほぐし、メンマは水気を切っておきます。豚バラ肉は食べやすい大きさに切ります。鰹節は耐熱容器に入れ、ラップをせずにレンジで600ワット1分加熱し、くしゃくしゃとして粉かつおにします。フライパンにごま油を熱し、ニンニク、生姜、豆板醤を入れ、弱火でじっくり香りを移していきます。香りが立ってきたら豚バラ肉を加えて中火で炒めます。豚バラ肉の色が変わってきたら、メンマ、舞茸、めんつゆを加えて一煮立ちさせます。豚バラ肉から旨味がたっぷり出て、とっても美味しいつけ汁に。麺はパッケージ記載通りに茹で、ざるに上げて冷水にとって締め、水気を切ります。最後に味噌を溶き、小松菜を加えます。仕上げに酢、白いりごま、粉かつおを入れて混ぜてあげれば、がっつり食べるピリ辛つけ麺の完成です。今日はお肉と野菜がたっぷり食べられる栄養満点ピリ辛つけ麺。豚バラ肉の旨味と舞茸の香り、色鮮やかな小松菜が食欲をそそります。具材たっぷりなので栄養もしっかりとれて大満足。今週は頑張らない晩ご飯おかずで忙しい日々を楽しく乗り切ることができました。次回は平日を楽にする作り置きおかずをご紹介します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン励みになっています。いつも本当にありがとうございます。皆様の食卓に笑顔があふれますように。